皆さん、こんにちは。あかねです。最近、YouTube でも、Instagram でも、ビリビリでも、本当に多いのが、どうすれば日本語の会話が上達しますかという質問です。会話については今まで何度か話したことがありますが、まず当たり前のことなんですが、上達するために必要なことは、自分の今の会話能力を分析することだと思います。つまり今会話をするときに何が自分に足りないのか、不足しているのか、これを知らないと当然ですけど、どう対策すればいいのか分かりませんよね。なので今日は私と一緒に分析していきましょう。まずこれから3つのパターンを話します。皆さんが3つのどれに当てはまるかちょっと考えてみてください。1つ目はこちらです。相手の言っていることが聞き取れない、理解できないです。当然ですが、相手が何を言っているのかわからないと会話はできません。じゃあ、どうして聞き取れないのか、さらに細かく分析すると、A は相手の話すスピードが速く感じる。B はわからない単語や文法が多い。この2つが原因になることが多いと思います。A に関してはスピードに慣れる必要があります。日本語の先生はゆっくりわかりやすく話します。なので普段から日本のテレビや YouTube など何でもいいから興味があるものをたくさん聞いてほしいです。で、B に関して皆さんは文字を見ればすぐわかるけど、聞いてすぐ理解できない時がありませんか？特に中国語母語話者の人、中国語のネイティブスピーカーの人、どうですか？漢字を見ればすぐ意味がわかるから、発音をちゃんと覚えていないという単語もあると思います。自分で発音できない単語は聞き取ることができません。なので発音もしっかり覚えてください。では2つ目。2つ目は聞き取れるけど話せない。相手が何を言っているか理解できるのに、それに対して自分の意見が言えないことってありますよね。その気持ちよくわかります。で、これをさらに細かく見ていくと、A、単語や文法が思い出せない。覚えたと思っていた単語が出てこないことってありますよね。あと、ずっと前に覚えたので忘れてしまうこともあります。人間だから忘れるのは当然です。忘れたらもう一度覚えればいいんです。大事なのは次に同じ単語を聞いた時にすぐにその単語が理解できることです。で、B は母語で考えた文章を日本語にできない。母語でならもちろん伝えられるけど、それを日本語に変えることができないことは多いと思います。つまり自分の頭の中で翻訳できないことは多いと思います。じゃあそれはどんな表現なのか自分で分析してみましょう。例えば遊ぶの手形が思い出せなかったとか、まだ勉強していない単語があったとか、自分の国の文化をうまく説明できなかったなど、伝えられなかった文章を自分で記録していくと、自分が会話の時に苦手な文法や単語、表現がわかります。記録の仕方は自
自分のやりやすい方法でいいと思います。携帯やパソコンにメモをするのもいいと思いますし、自分でノートに書くのでも、自分がやりやすい方法なら何でもいいと思います。自分が苦手な表現や文法が分かれば、これから何を勉強するべきか、何を覚えるべきか分かると思います。次はこちらです。長い文章で話そうとする。長い文章を話せる人は会話が上手というわけではありません。複雑に話すせいで結局何が言いたいのかわからないこともあります。最初は短い文章でいいし、難しい単語を使おうとしなくていいです。で、最後3番目、これです。間違えるのが怖い。通じなかったらどうしようと思ったり、日本語のネイティブスピーカーと日本語で話すときに緊張することはありませんか？私は外国語を話すときにこういうようなことがあります。あと、間違いすぎて話すのが嫌になった経験もあります。でも、話さないと会話は上手になりません。間違えていいんですよ。だって皆さんは日本語を勉強していて、日本語のネイティブスピーカーじゃないんだから、間違えて当然じゃないですか。私みたいな日本語のネイティブスピーカーでさえ話すときに間違えますよ。もちろん間違えます。皆さんもそうじゃないですか？間違えながら覚えればいいと思います。はい。今日話したことはあまりに当たり前すぎて参考になるかどうか分かりませんが、まず今の自分の能力を分析して自分で対策できたらもっとレベルが上がるんじゃないかなと思って今日お話ししました。今日はここまでです。ありがとうございました。バイバーイ。いつも動画を見てくださってありがとうございます。もう知ってる方も多いと思いますが、私はポッドキャストも配信しています。最近配信したポッドキャストは何を話しているかわかるようにブログにもその内容を書いてみました。なので聞いてみたいなという人は下の概要欄から見てみてください。で、あと YouTube の動画の字幕も時々何かの形で見たいっていう方がいらっしゃるんですけど、YouTube の動画の話している内容についてはパトレオンというサイトで有料なんですけど、公開しています。なので、もし興味がある人は下の概要欄のパトレオンも見てみてください。皆さんいつも本当にありがとうございます。バイバーイ。